おもてなしという言葉を聞いたことがありますか？日本では、おもてなしの精神から行われることが様々な場面で見られます。今日は、そんなおもてなしについてお話しします。京都の旅で感じたおもてなし。ソフィアさんは観光のために日本にやってきました。今日は東京から京都に向かいます。ホテルに近い品川駅から東京駅まで山手線の電車に乗りました。駅のホームでは人がきちんと列を作って電車を待っていました。電車が来ると整然と電車に乗り込みました。ちょっと驚きました。車内は混んでいましたが、大きな声も聞こえず、電車の音だけが聞こえていました。ソフィアさんは、自分の国では、車内がこんなに混んでいたら、賑やかなのに、と思いました。東京駅から京都駅までの新幹線の車内も満席でしたがとても静かでした。京都駅に着いてタクシーで今日宿泊する旅館に行きました。旅館に着くと玄関の周辺はきれいに保たれ、打ち水がされていて、すがすがしい雰囲気でした。おかみが玄関で出迎えてくれました。玄関より一段高い床に座り、丁寧にお辞儀をしました。そして、お暑い中、ようこそお越しくださいました。と挨拶されました。早速、部屋に案内されました。部屋に入ると、床の間には生け花が飾られていました。さらに、壁には朝顔が描かれた掛け軸が吊るされていました。自然の雰囲気と涼しさを感じさせる演出に、とても感動しました。夕食の時も、私のご飯を食べる速さに合わせて、客室係の方が料理を一つ一つ部屋まで運んできました。温かいものは温かいうちに、冷たいものも冷たいうちに食べてほしいという、お上の心配りが感じられました。そして、客室係の方が部屋を出たり入ったりするとき、襖を開け閉めします。その時、客室係の方が毎回丁寧にお辞儀をするなど、礼儀正しさと気配りも感じることができました。ソフィアさんは、次の日、旅館から京都御所まで行くことにしました。旅館を出るとき、おかみが心のこもった見送りの言葉をかけてくれました。それは、またのお越しをお待ちしております。ごゆっくり旅をお楽しみくださいませ、といった言葉でした。またこの旅館に泊まりたいと心から思いました。京都駅から地下鉄に乗っていこうと思い、切符売り場までやってきました。しかし、京都御所に行くには、どの路線の電車に乗って、どの駅で降りるのかわかりませんでした。そこで、近くにいた青年に、京都御所に行きたいのですが、と覚えたての日本語で尋ねてみました。そうしたら、その青年は、私が困っているのが分かったようでした。そして、京都御所に行くには、地下鉄の烏丸線の電車に乗ります。
そして、今出川駅で降ります。今出川駅から歩いて約5分で、京都御所に着きます。とわかりやすく教えてくれました。青年の親切な態度がとても嬉しかったです。京都御所を見学した後に、二条城や金閣寺に行きました。建物の中や外観、それに庭を見学することで、日本の伝統文化を感じることができました。また、どこの観光地に行っても、ゴミが大変少ないことに気がつきました。清潔に保たれていて、気持ちよく過ごすことができました。ここまで、ソフィアさんが電車内や京都の旅で感じたことをお話ししてきました。旅館では、女将が玄関で客を出迎えるときに、客の雰囲気や好みをすぐに感じ取ります。そして、それぞれの客に合わせて、心を込めたおもてなしをします。このおもてなしは、茶道の一期一会の精神に基づいています。一期一会とは、一生に一度だけの機会という意味を持つ言葉です。女将の心配りは、日本のおもてなしの象徴と言えます。おもてなしの精神は、公共の場での振る舞いにも影響を与えています。例えば、電車やバスの中では静かに過ごすことや、ゴミは持ち帰って家庭で処理をすることなどです。騒がしくすると静かに過ごしたいと思っている人に迷惑をかけてしまいます。ゴミが落ちているのを見た人は、爽やかな気持ちにはなれません。相手の気持ちを思いやる振る舞いが、とても大事にされています。日本の文化では、集団の調和を重んじる傾向があります。きちんと列を作り電車に乗り込むことや、電車内で静かにすること、それにゴミを持ち帰ることなど。これらは、おもてなしの精神や、集団の調和を大切にする表れと言えます。おもてなしとは？おもてなしは茶道から発展したとされています。おもてなしの語源の一つは、おもてなしとされており、表裏のない純粋な心で、相手に接することを意味します。相手に対して思いやりの心を持ちながら、心地よく過ごせる空間や体験をさりげなく提供しようとする姿勢です。これは単なるサービスとは異なり、より深い配慮と気遣いを含んでいます。おもてなしは対価や見返りを期待せず、自発的に行うものです。おもてなしが日常社会へ広まる。おもてなしは、時代とともに、日本社会の様々な場面に広がっていきました。家庭では、お客さんが心地よく過ごせるように、いろいろな点で気配りをします。玄関、客間、トイレなど、お客さんが使用する場所は、あらかじめきれいに掃除しておきます。客間には季節の花を飾ることもあります。お客さんが到着したら、玄関で明るく笑顔で挨拶をします。お客さんを客間に通したら、暑くありませんか？などと声をかけます。そして、お茶やお菓子を出すなど、自然におもてなしをします。
日本の観光業では、おもてなしの精神はビジネスの基本になっています。いかにお客さんに心から喜んでもらえるかを常に考えて仕事をしています。ただ、多くの外国人観光客は日本でのコミュニケーションがスムーズにできないことに不満を感じているようです。彼らがおもてなしの精神を感じ取るには、多言語対応の強化やテクノロジーの活用など、多面的な対応が必要です。また、日本のおもてなしの習慣や文化が外国人観光客にとって理解しにくい場合があります。例えば、礼儀やマナーが異なるため、おもてなしを素直に受け入れられないことがあります。日本人も外国の文化や慣習を積極的に学ぶことが、これからの国際社会では求められるのではないかと思います。もし日本を訪れたことがある方は、おもてなしに関して印象に残っていることがあれば、ぜひ教えてください。おもてなしの進化。おもてなしは新たな課題や変化にも直面しています。日本人の若い世代は、おもてなしを古い伝統のように捉え、自分がおもてなしをすることにためらいを感じることがあります。相手を尊重しすぎると、自分の考えを主張しづらくなります。また、自分らしい行動もなかなかできなくなってしまいます。相手を尊重しつつ、自分の考えもしっかりと主張したいと考えている若い世代が多くなっていると感じます。相手を尊重する姿勢は、社会の調和を保つ上で重要な役割を果たしています。しかし、国際化が進む現代では、相手を尊重するおもてなしの精神を忘れず、適切に自己主張できることが大事だと思います。巡礼者へのおもてなし。おもてなしといえば、お遍路のことを連想します。お遍路は、約1200年前に、空海という名の僧侶が修行した88の霊場をたどる巡礼のことです。巡礼者は四国の徳島、高知、愛媛、香川の4県にまたがる約 1400km の道をたどります。現在では、お遍路の目的も多様化しています。願いを叶える、健康祈願、近親者や友人の供養、自分探しの旅など、人によって様々です。最近では、外国からお遍路に参加する人も増えています。お遍路で特に注目されるのは、お接待と呼ばれるおもてなしです。巡礼者にお茶やお菓子を振る舞ったり、食事や宿泊を提供したりすることもあります。これは見返りを期待しない無償の行為です。巡礼者へのおもてなしは、人を思いやる心の象徴です。そして、地域の人々の心温まる支援と敬意を表す文化とも言えます。今日は、おもてなしというテーマでお話をしてきました。おもてなしの精神について、少しでも知っていただけたら幸いです。おもてなしに関する感想や体験、そして、あなたの国での似たような文化があれば、
コメントでぜひ教えてください。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。次の動画でも素敵な日本文化の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。